プロマンスでこんなに泣かされたのは生まれて初めてだった。胸の奥が静かに満たされていく感覚とともに涙が溢れて止まらなかった。そんな作品は今のところこれ一本しかないと言い切れる。走れなくなった天才と壊れかけた最速ランナー、正反対のこの2人が出会った時から物語は動き出す。走る天才と呼ばれたチーテンは勝てば勝つほど周囲の期待に縛られ、やがてトラックを見るだけで全身が拒絶反応を起こすようになっていた。だからこの大学を選んだ理由はたった一つ、陸上部が弱くて誰も本気で走っていないことだった。もう二度とあの世界へ戻りたくなかった。一方、最速ランナーと呼ばれたイーランはアキレス腱を痛めながら、それでも大学4年の終わりまでにどうしてもやり遂げなければならないものを抱えていた。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。ある日、逃げ出した犬を2人が同時に追いかける。チーテンは無意識に体が覚えているスピードを出したのに、隣の男は息一つ乱さずついてくる。イーランへの第一印象は最悪だった。それでもイーランはあの走りをたった一度見ただけで執着するように何度もチーテンの前へ現れ続けた。陸上部にはもう2人いた。3年前から走ることをやめたまま時間が止まっているズジと、チーテンがいじめから助け出してきたテンフーだ。バラバラだった4人をイーランが一つにつなぎ、同じ方向へ走らせようとする。練習試合の日、コーチが全員をトラックに立たせようとした瞬間、チーテンの体が拒絶した。吐き気、冷や汗、動かない足、限界のまま会場を飛び出すと、イーランが試合を放棄してその背中を追いかけた。そこでチーテンはようやく本音を吐き出す。走らないんじゃない、走れないんだと。かつてのイーランなら迷わず切り捨てていただろう。でも今は違った。チーテンのことを絶対に諦めないとはっきり言い切る。夜、誰もいない公園で一人走り続けるチーテンをイーランが見つけて、どうしてまた走ろうと思ったのかと問う。チーテンは迷いなく、好き以外にありえないだろと答えた。その一言を聞いた瞬間、全身に鳥肌が立った。どれだけ大変でもやめられない理由は一つしかない。好きだからだ。私が BL を作り続けている理由とあまりにも正確に重なって、心を打ち抜かれた感覚が今でも残っている。コーチがチーム全員を合宿へ連れて行く。森での特訓中、チーテンだけはコーチと座禅と瞑想を続けた。日を重ねるごとに積み重なっていた悲しみや執着がゆっくりとほどけ始める。学校へ戻った陸上部は学園祭で劇を披露することになる。舞台の途中、イーランが突然アドリブを始めると、チーテンも感情のまま言い放った。俺、チーテンはお前と一生一緒にいる。ただの劇のはずだったのに、その言葉だけは妙に本気だった。そして迎えた陸上競技選手権大会。チーテンは男子個人種目で10秒33を叩き出し1位に這い上がり、400メートルリレーでも3位で決勝進出を決めた。しかし前夜に全員が温泉へ閉じ込められ、翌朝ようやく脱出したものの、前方事故で車が動かず全員で会場まで走る羽目になる。その途中でイーランの足が限界を迎えた。先に行けと何度促してもチーテンが彼を置いていくはずがなかった。かろうじて間に合ったが、イーランは痛みを押し殺したまま400メートルリレーを走り切り、そのまま病院へ運ばれた。医者にはすぐ手術を勧められたが、それでもイーランはまだ走ろうとしていた。必死に探し回ったチーテンはようやく彼を見つけ、自分がもっと速くなる。お前が元のタイムに戻れなくても自分が引っ張って勝てばいいと約束する。それはかつてイーランが亡くなった後輩フェイに向けて伝えた言葉だった。今度はその思いをチーテンがまっすぐ返してくれた。
イーランはようやく手術を決意し、チーテンは朝のトレーニングを終えてから毎日欠かさずイーランの足をケアし続けた。そんな中、校長が怪我したイーランの代わりにサッカー部員を出場させろと命じてくる。イーランは心も体も限界まで追い詰められ、慰めようとするチーテンを部屋から追い出して無理やり笑顔を作った。その笑顔が痛々しくて行き場を失ったチーテンもソファーへ崩れ落ちる。実はコーチが最初からイーランを補欠として最終試合へエントリーしていた。条件は一つ、予選の4人全員が突破すること。つまり仲間が勝ち上がらなければイーランと一緒に走ることはできない。予選当日、イーランはずっと肌身離さず持ち歩いていたフェイのスニーカーを静かに見つめていた。ようやくここまで来たのだと噛みしめるように、チーテンも押しつぶされそうなプレッシャーを抱えながら、イーランをもう一度トラックへ立たせるためには自分が全力で走るしかないと言い聞かせる。ズジはかつてのスピードを取り戻し、テンフーは自己ベストを更新し、チーテンは信念だけで走り抜いた。チームは予選を突破する。ズジは空へ向かって叫んだ。フェイ、明日の試合絶対見に来いよ。その声を響かせながら前だけを見て走り出した。そして決勝、アンカーはイーランだった。フェイへの約束を果たすために、今日という日のためにチーテンが自分をここまで連れてきてくれた。頂点の景色、お前も見てみたいと思わないか。イーランは小さくつぶやいた。ズジが飛び出し、テンフーがつなぎ、バトンはチーテンへ渡った。その瞬間、隣のレーンの選手が転倒し、チーテンのコースへ倒れ込んでくる。だがチーテンはすでに無我の状態に入っていた。ペースを一切乱さず、目の前の障害物を自分のリズムのまま一気に飛び越える。イーランがいなければ一生トラックへ戻ることもなかっただろう。20歳のチーテンは予選すら上回るスピードで駆け抜け、アンカーのイーランへ確かにバトンをつないだ。これが実質イーランにとって最後の試合だった。フェイの思いを背負いながら、最後は笑って卒業したいと涙を浮かべて語っていた自分がいた。そして今日、チーテンが自分をこの場所まで連れてきてくれた。相手チームに追いつかれそうになったその時、実況がイーランの背中のゼッケンに書かれた文字を読み上げる。燃え尽きた先で生まれ変わる。チーテンが書いた言葉だった。それを聞いた瞬間、イーランは苦しさに顔を歪めながらも残った力をすべて振り絞る。ゴールの瞬間、ほとんど同時に飛び込んだように見えた。観客も部員たちも全員が息を飲みながら LED スクリーンに釘付けになっていた。40秒81、青瓦大学1位、わずか 0.03 秒差で彼らは勝った。また次回お会いしましょう。ではでは。